こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック48になります。今回は A ラインスライスのボブをカットします。A ラインスライスボブのカット方法ができるようになると、バックのポイントの上げ下げや前下がり具合など自由に操ることができます。パネルの引き上げ角度や引く方向によってヘアスタイルのバリエーションが増えると思います。知っている方もこの機会にもう一度ご確認いただければ嬉しいです。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。前回使用したウィッグを使って今回は A ラインスライスのボブをカットいたします。まずセンターパートに分けます。コームを置いて頭頂部を探し、そこから前頭部と後頭部を分けます。バックセンターにセンターラインを取ります。次に三つ襟付近に向かって前下がりにブロッキングラインを取ります。襟足の長さや厚さ加減を考えてパネルの引き上げ角度を決めます。今回は襟足をあまり厚くしたくないので、このようにまっすぐシェイプして分かりやすく床に平行にパネルを引き上げカットします。襟足の生え方によって襟足アウトラインが変わりますので、ナチュラルシェイプして襟足の形を整えます。次のパネルも A ラインにスライスラインを取ります。図解のように第1パネルをカットしました。このように徐々にスライスラインは斜めから平行に近く取っていきます。このように引き上げセンター部分をカットします。次にセンターで分けてカットした引き上げ角度をキープしてガイドを見ながら頭皮に沿ってパネルを引きカットしてつないでいきます。もちろん反対側も同じです。次もこの中心部分からパネルを引き上げカットします。そしてサイドへとカットを進めます。反対側も真ん中をガイドにカットしていきます。はい、このようにカットします。ブロッキングラインは徐々に横スライスに近い感じに取っていきます。ここに見えるこれをガイドにパネルを引き上げ、床に平行より少し下に引き下げカットします。ここもこの頭の丸さに沿ってパネルを引きますが、
バックセンター方向に引き気味でカットしていきます。パネルをセンターラインに引き寄せたままカットすると前下がりがきつくなります。ですからどの程度前下がりにするかはここの引き具合で調節します。スライスラインに沿ってパネルの引き上げ角度もセンターより少し落としてカットしていきます。こちら側も同じようにカットを進めます。次のブロッキングラインは平行に近いようなスライスラインになります。ガイドが見えていますので、このガイドに合わせてパネルをあまり引き上げずに、この位置でカットをしていきます。この図のようにパネルの引き上げ角度をこの位置で保ちカットしていきます。頭が丸くなりますので、角度を上げなくても丸に沿って段差はつきます。このセンターで引いた角度よりも上に行かないように引きカットを進めます。こちら反対側も同じようにカットをしていきます。同じくあまりパネルの角度を引き上げないようにカットしていきます。次のパネルも角度をあまり引き上げずにカットしていきます。最後のトップセクションのカットに入ります。パネルの角度を下に合わせてあまり引き上げずにカットしていきます。こちら側も同じようにカットを進めます。次にフロントセクションをカットします。第1ブロックを取ります。ここにバックのガイドがありますので、このガイドに合わせてパネルは床に平行に引き上げ、頭の側面と平行にカットします。今回は前下がりにはカットしません。このようにそれでも前下がり風になっています。次のセクションもバックをガイドに床に平行に引き上げカットします。目尻の上がったライン少し下ぐらいまで同じようにカットを進めます。目尻の上がったラインから上、トップの紙はパネルの角度を下に引き下げ、アウトラインをガイドにカットします。新たなガイドを作るようにディスコネクションにカットします。
次のパネルも同じように下に合わせてカットしていきます。このようにカットすることで上の紙の毛流れが内側とは違った毛流れを作ることができます。反対側も同じように第1パネルは床に平行に引き上げカットします。ここがガイドですので、ここをガイドに床に平行に引き上げカットします。次のセクションもバックと下をガイドにパネルを引き上げカットします。またバックでカットしたガイドが出てきましたら、横のカットラインに沿ってカットしながらつなぎます。トップセクションのパネルは下をガイドにカットします。左右対称かどうか確認後、同じようにカットできましたら次のカットに入ります。次に前頭部と後頭部を分けたら、バック中心部、この紙をガイドに前頭部トップをモヒカンに取り、この紙のバックの毛流れに沿ってカットしていきます。こちら反対側も同じようにセンター方向に引きガイドに合わせてカットします。次にセンターで分け、トップのこの紙とパネルを横に引き、サイドのこの紙へつなぎます。前方方向に同じようにカットをしていきます。反対側も同じようにカットを進めていきます。次は前髪をカットします。今回も前髪長めで下唇ぐらいの長さにカットします。
センターで分けてフロントセンターに引き、サイドの紙もカットできるところはカットします。次に前髪センター部分をモヒカンに取り、床に平行に引き垂直にカット後、角度を少し引き上げ丸くカットしていきます。これで後ろにトップの髪は流れやすくなります。フロントサイドの髪を耳にかけても襟足と綺麗なアウトラインが出るようにカットしておきます。ウィッグの場合は耳にかからないので切りにくいのですが、人間の場合はもっと切りやすいと思います。耳にかけた場合も襟足のアウトラインがきれいに見えるようにカットしておきます。今回はウェットの段階からそぎを行っていきます。襟足部分は中間から毛先に向かってそぎを入れていきます。耳の後ろの部分は耳にかけたりするところですので、削いでおきます。ワンパネルずつ薄く取り、削ぎを行います。バック中心部は中間に1回入れて、あまり削ぎバサミを毛先に向かって何回も開閉しません。トップ付近は縦スライスに取り、トップに穴を開けないように注意しながら削ぎを行います。
フロントサイドもパネルをカットした時のように取り、引き上げ中間に1回入れます。トップ部分は毛先中心に削ぎを行います。もちろん反対側も同じように入れておきます。前髪も基本毛先中心に削ぎを行います。バッグも毛先に削ぎを行います。フロントサイドもみあげ部分をもう一度削ぎで調節します。これで削ぎのカットの終了になります。乾かして仕上げます。ブロードライはロールブラシを使い前髪の方向付けを行いました。整髪料をつけて立体感と毛流れを見ながら仕上げます。仕上がりました。はい、仕上がりです。シンプル仕上げです。毛束感や立体感をつけた仕上げです。はい、今回は A ラインスライスでカットするボブをカットしてみました。このカット方法も自分の引き出しの一つにすると多くのヘアスタイルのアレンジが効くと思います。また前髪の長さを変化させることで多くの年代層に合わせることができるでしょう。それでは皆さん、このチャンネルが良いと思ったら、いいねボタンと、今すぐポチッとチャンネル登録よろしくお願いします。また、概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。